ということではいということでやっていきます。どうもみなきです。いやもうさもうどうしますか皆さん結構事件じゃないですか。もう1年が終わるっていうのは。今年の1年は今までの中でも特に早かったな。今この動画撮影している日が12月29日の深夜なんですけど、まあ日付変わっても12月30かな今はもうなんですけれども、マジで年末感がないわけ。衝撃的なぐらいなんか正月とか来ねえんじゃねえかなみたいな、なんか今までのなんか年末感はあんまりないんですけれども、まあ1年が終わるということでね、今年1年どうだったかっていうことを、皆さんと一緒に振り返っていけたらなというふうに思ってるんですけれども、いやーなんかね不思議な、とても不思議な1年でした。今年は自分の夢みたいなとか人生プランみたいなのがすごく大きく変わった1年ではね今年僕はあったんですけれども、まず事務所入って2年目なんですけれども、相変わらず今の社長さんにも大変お世話になりまして、今年1年ありがとうございました本当に。そして皆さんもね、今年かそうだよ、考えてみれば今年なんだよ YouTube 始めたの。撮影し始めたのが本当にちょうど1年前だ。そうそうだ、1本目の動画撮影日が本当に1年前ぐらいで、ちょうど今のこの時期ぐらいなんですけれども、って考えると結構あっという間だったな本当に。で動画投稿し始めたのがなんか俺がね半年間なんかうろちょろなんかチンタラしてて全然動画上げなかったんで、1年前に撮ったのを半年前に動画アップしたんで、YouTube もね始めてちょうど半年ぐらい、そして動画撮影し始めて1年ぐらい経つんですけれども、どうだったんだろうな1年間。なんかすごい最初はやっぱりYouTube っていうものをすごい頑張りたいなってめちゃくちゃ思ってたし、自分の中ですごい大きなものになるんだろうなっていうふうにすごい思ってたんですけど、 YouTube を頑張りたいっていう思いはありつつも、でもそれよりももっと自分の中でやりたいと思えるようなものに出会ったので、あえて投稿頻度をぐっと抑えて YouTube に注いだ時間を削って、今は別の夢への投資としてそこに自分の時間を使うようになったので、投稿頻度はぐっと下げたんですけれども、でもなんかね、この俺の YouTube をやるっていうこのもちろんいつかね大きなチャンネルになれたら嬉しいなみたいなところはあるんだけども、自分をやりたいなと思ったようにやっていきたいし、自分をやりたいと思ったぐらいの頻度でやっていけたらなっていう、それに対しておもろいと、なんかいいねお前のことを俺応援してやってもええでみたいな人たちが少しずつ増えてきてくれたら嬉しいななんていうふうに思いながらやっているんですけれども、で役者業に関してはこの間社長とねその事務所の方々と飲み行ったんですよね。忘年会でもないですけど飲み行った時にやっぱそういう話した時に、僕のね事務所には何回かね動画出てくれてる件だったりとか、いろんなね所属されてる先輩方がいるんだけども、その中でもやっぱ特に俺は仕事が少なかったみたいなのよ。でオーディションに全く呼ばれなかったみたいなの。社長がなんかいや本当にみなきには申し訳ないと、全然仕事をね与えてあげれなかったから申し訳ないですみたいな、申し訳ないですというか申し訳ないなみたいなのを言ってくださってて、で俺は特に多分今いる事務所の中でも仕事量が圧倒的に少ない人だったのよ。だけどなんかそれすごくなんか多分社長的にもねなんか思うところはいろいろあると思うんですけれども、そんな中でも僕からしたら、全然あんまり気にしてないというか、気にしてないっていうとちょっと嘘にはなるんだけれども、やっぱ人にはね出番っていうものがありますから、でもその人の時期っていうものがありますから、桜はさすがに冬は咲かないですし、真夏だって真っピンクの花を咲かせるわけでもなく、春になったらちゃんとね花を咲かせるという
植物にも出番があるんだから、それは俺らにだって出番があるだろうということで、もちろん俺が全く仕事がないということは、自分の中では努力すべきところはもちろんあるんだけれども、でもそこはね、なんか人生の流れとかももちろんあるから全然僕は気にしないですと。むしろこの仕事がない期間にいかに自分が何をできるかっていうのをすごく重要だし、そこでいかにメンタルを保って常に新しいことに目を向けて挑戦し続けられるかみたいなところがやっぱ重要じゃないですか、人生生きていく中で。そんな常にね、もうやるって言ったらポーンってすぐ行くわけでもないですから、もちろんそういうねスター的な存在の人たちもいますけれども、僕は本当に山梨県に生まれ育ったごくごく普通の一般人なので、そんな簡単にね言っても逆におもろくないというか、こんぐらいなんか何も仕事ねえなみたいなのがあるぐらいの方がなんかちょうどいいんじゃないかなみたいな。だからこのなんか仕事ない期間ですらなんか楽しく、いかにこの期間をおもろくするか、いかに自分で工夫してやっていくかっていうのをすごいなんか楽しめつつも、とはいえ僕も人間なんで毎日そこにとの戦いだったなみたいなすごいあるんですけどね。すごいやっぱもがいた時期、なんか結構ね、結構ぶっちゃけ言っちゃうと、すごい僕はなんか明るいキャラでパーッとしたなんか雰囲気みたいなのもね、もしかしたら感じてくださってる方々が多い。僕がやっぱり生活する上でも自分と関わる人は幸せでいてほしいとか、なんかみなきと関わったらなんか気分が明るくなるなとか、なんか雰囲気変わるなって思ってほしいから、すごくね、それこそ今 YouTube 見てくださってる皆さんにも楽しくっていう楽しい流れでみなきっていうのを見てもらいたいっていうのはあるんですけれども、あるので、そういう風に世間的には日常生活は振る舞うんだけどとはいえ俺も人間ですから、そんな毎日楽しくもいられないわけです。家に帰って結構ね、なんかうわーっていう時ももちろんあったし、でも今年は特にそれが多かったから、自分の中でもう何を信じたらいいか分かんないみたいな、自分のことすら信じれないし、大人の言葉なんか何も信じられないみたいな、なんかよく分かんない期間はねちょっとあったんですけど、それも乗り越え、今完全にまだ乗り越えてるかと言われたらハテナだなって感じなんですけれども、でもなんかとりあえずその中でももがきながら1年が終われたなという感じがそうしてますけどもね。でもその中でもそのもがいてる中で自分の中でやっぱ答えを見つけようといろいろ探した結果、自分のやりたいものっていうのが少しずつ見えてきて、多分流れてみなきの輪郭が少しずつできてきた1年だったんじゃないかななんて思いますけれどもね。上京したての時とか、それこそこの YouTube を始める時っていうのは役者でも日本を駆け上がっていくっていうのを僕の中ですごくイメージしたんだけど YouTube 始めてから絵を描き始めて、で絵に興味を持って、絵でなんか自分を表現するってすごい楽しいなとか、絵描いてる時間ってめちゃくちゃ幸せだなって思った時に、もう絵で世界に行きたいっていうのをすごく強く心に思ったので、役者で日本を駆け上がるっていうところから絵もプラスアルファで、その役者絵っていうその日本柱で世界に行くっていうのを自分の中ですごくプラン立てれた1年だったのかなって思います。そしてだから絵の方に関しては自分でね、それこそね来年開かれる国際イベントだったりとか、そういうのに自分から応募してやっていけたらなというふうに思うし、でも役者業でもう全部社長に俺は任せてるから、もう社長がこの仕事っていう風に言ったのに対して俺がやるやらないを決めて、で、そこはもうなんか自分じゃどうにもできないから社長の力をお借りしているんですけどもね、来年1年もね、引き続き頑張っていけたらなというふうに思っております。みなきの日記ですからね、ややこしい名前ですけど、僕の人生のその瞬間のイベントを記録していけたらなというふうに思っておりますし、
またねどんどんなんかいろんな方々に見てもらった時に一番最初からね一番最初に遡ってみた時にみなきゃ最初こんななんかしょぼくれた人間だったんだなっていう、ここから少しずつなんか上に行くにつれて成長を見ていただけて、いつかはねなんかもう誰も想像できないような世界に行ってる動画を皆さんにお届けできるのを僕自身もすごく楽しみにしておりますし、そのためにも全力で頑張っていきますので、来年1年も何卒ねよろしくお願いしますということで、今年1年の振り返りはこんなところですかね。来年もねより中立みなきというものをこの YouTube でも表現したいし、演技でも表現したいし絵でも表現したいし、この、全てに共通することはものづくりということですから、もう演技も作品作り、絵も、作品作り、 YouTube も動画作りということで、僕が今やってることはものづくりですので、その中に流れてみなきというものを人物をなんか皆さんに少しでも感じていただけるような動画を作っていけたらなというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いします。来年もなんかいろいろチャレンジをね常にして続けられるような、僕がチャレンジする姿で皆さんにも元気になってもらえたらすごく嬉しいなっていうふうに思っております。ということで、本日も最後まで動画を見てくださった皆様、今年1年もね今年半年か動画を見てくださった皆様ありがとうございました。では良いお年をお迎えください。バイバイ。